母はいつも妹と私に公平に愛情を注ぐためにくじ引きシステムを使うと言っていました。長い棒を引いた方、妹か私かが望むものを手にします。大好きな食べ物、新しい洋服、そして両親からのハグやキスさえも。でも私はいつも短い棒を引いていました。母に不公平だと言ったのですが、母はきつく私を叱りました。長い棒が引けないのは運が悪いからよ。自分を責めなさい。そして私の誕生日がやってきました。クロエは遊園地に行きたがり、母はまた棒引きで決めさせました。私はこっそり2本の棒を接着剤でくっつけました。でも母は私を強く叩き、私がズルをして言うことを聞かないと叫び、それからクロエを連れて遊園地へ行ってしまいました。私は床に倒れ、その2本の棒が私の首に残忍に刺さりました。温かい液体が首からにじみ出て、髪を濡らしました。床は汚れていました。母はもっと怒るでしょう。拭こうとしましたが、体はまるで空気のように宙に浮いている感じでした。結局、私は死んでいたのです。死が何かは知っていました。私が7歳の時、エルシーおばあちゃんも床に横たわったまま、ちょうどこのように亡くなりました。あの日、彼女は母と大喧嘩をし、母を思い上がった狂人呼ばわりしました。愛は愛であり、愛していないものは愛していない。なぜ棒引きゲームの背後に隠れるの？ミアが欲しくないなら、今すぐ私が連れ帰るからね。さもなければ、あの忌まわしい棒引き箱を捨てて、2人の子供を平等に大切にしなさい。母は冷笑で返しました。私がどう子供を愛するかは、あなたには関係ないわ。もちろん、2人とも大切にしているよ。でも、どうしても好き嫌いは出てしまうもの、コントロールできないの。だからこそ、この棒引き箱を買ったのよ。本当にエコひいきがないようにね。彼らは自分の運で欲しいものを手にする。デイビッドと私は干渉しない。彼女が長い棒を引けないなら、それは彼女の運が悪いだけよ。エルシーおばあちゃんは激怒して気絶し、二度と目を覚ましませんでした。その後、母の棒引きシステムはますます悪化しました。家にマフィンが2つあれば、母はクロエと私に引かせました。私が短い棒を引けば、長い棒は自動的にクロエのものになります。だから、マフィンは2つともクロエに行きました。夕食でさえ棒を引きました。私が短い棒を引けば、作られる料理はすべてクロエの好物で、私がアレルギーのものがあってもです。母はただ、無力なため息とともに言うのでした。ルールは破れない。私にもどうしようもない。どうしてあなたは短い棒を引かなきゃいけないの？私が下肢102度、摂氏約39度の熱を出して泣きながら、ハグを懇願した時でさえ、母は棒を引くことを強要しました。私が短いのを引いた後、母は当然のように代わりにクロエを抱きしめました。ミア、あなたの運は本当に悪いわね。私の人生全体が棒引きに囲まれていました。死んでもなお、私はそれについて考えていました。エルシーおばあちゃんが埋葬された時の棺は大きくて広々としていました。母が買ったもので、みんなは母がエルシーおばあちゃんをどれだけ大切にしていたか褒めたたえました。私も母によくして欲しかった。なぜなら、私は5年間同じベッドで寝ていて、足を伸ばすこともできなかったからです。それも、私が短い棒を引いた結果でした。母を見つけて、私のために棒を引いてくれとお願いしたいと思いました。もし本当に運よく長い棒が引けたら、母はきっと大きな棺を買ってくれるはずです。私の魂はドアの方へ漂い、突然外で足音が聞こえました。私の目が輝き、母がドアを押し開けるのが見えました。お母さん。私は興奮して近づきました。
でも母は私をすり抜けていってしまいました。その時気づきました。もう母に触れることはできないのです。私は彼女の後ろについていき、おずおずと私の願いを伝えました。母は私の声が聞こえず、そもそも私を心配して戻ってきたわけでもありませんでした。彼女は車の鍵を忘れただけだったのです。母の視線が寝室のドアに落ちたとき、私は悪いことをした子供のように不安そうに説明しました。死のうとしたわけじゃないし、家を汚してしまってごめんね、お母さん。私は落ち込んで言いました。片付けを手伝えないよ。私もう死んでしまったから。母は寝室のドアの前で立ち止まり、声は冷静でした。ずいぶん大きくなったんだから、挨拶にも出てこないのね。すっかり気性が荒くなった。もう私に反抗しているのね。でも言っておくけど、拗ねても無駄よ。短い棒を引いたのは、あなた自身の運が悪いから。自分を責めなさい。私がまだドアを開けないのを見て、母は怒ってドアノブをひねりました。ちょうどその時、クロエが走り込んできました。お母さん、早く。遊園地が開く時間よ。母は寝室に入るのを諦め、ふんと車の鍵をつかむと出て行きました。夜まで遊ぶからね。夕食には帰らないわよ。テーブルのドラムスティック、鶏もも肉を晩ご飯に食べなさい。不公平だなんて言わないでね。クロエはまだ食べてないんだから、今回は棒引きさえさせなかったんだからね。もうあなたをひいきしているようなものよ。テーブルのドラムスティックは、クロエの昨日の残り物でした。母はスーパーから帰ってきたとき、この一本しか買わず、クロエと私に引かせました。私はまた短い棒を引きました。長い間肉を食べていなくて、お腹が空いて触ってみただけでした。母は私の手を真っ赤になるほど叩き、嫌悪感を込めて私を怒鳴りつけました。もうすっかりルールを忘れたのね。短い棒を引いたんだから、このドラムスティックはクロエのものよ。あなたには関係ない。また触ったら、その爪を切り落とすからね。あなたほど貪欲な子は見たことがない。まるで私があなたを飢えさせて何も与えていないみたいに。今日、彼女はそれを私にくれると言いました。母はとっても優しい。私はとても嬉しかったのですが、自分が今はただの幽霊で、ドラムスティックにさえ触れられないことを忘れていました。そこへ野良猫のスノーイが窓から飛び込んできて、ドラムスティックを奪い去りました。彼女は私に向かって威嚇し、私はそれを止められませんでした。私はただ悲しそうに隅にうずくまるしかありませんでした。どれくらい時間が経ったかわかりませんが、父、母、クロエが幸せそうな笑顔で帰ってきました。お母さん、パンダが大きくてふわふわしてた。とっても大好き。お母さん、買ってくれる？母は愛情を込めてクロエの額にキスをし、冗談っぽくたしなめました。お母さんはそんなに偉くないよ。クロエはふんと言って一歩後退しました。キスしないで。まだ棒引きしてないよ。ミアが見たらまた不公平だって泣き始めるから。でも多分彼女はもう寝室に隠れて泣いてるよ。だって今日は彼女の誕生日だもんね。母はテーブルを見ました。ドラムスティックはありませんでした。彼女は乾いた無関心な笑いを漏らし、その口調は完全に確信に満ちていました。もし彼女が長い棒を引けたなら、私だってキスするよ。残念ながら彼女は運が悪くて引けなかったんだ。それに、彼女はもうテーブルのドラムスティックを食べたんだから。わざと出てこないだけよ。あなたのお姉さんは意地っ張りだから気にしないで。誰も私が見えず、私が寝室で死んだことを知りませんでした。母は夕食の支度を始めました。彼女は奇妙な口調で私の寝室に向かって呼びかけ、声を張り上げました。
本当に出てきて棒引きしないの？それならクロエの好きな料理を作るよ。後で不公平だって泣きついてこないでね。テレビを見ている父は、イラ立ちながらブツブツ言いました。なぜ彼女に構うんだ？引きたくないなら、クロエの好きなものを作ればいい。勝手にわめかせておけ。私たちがあれこれ育ててやったのに、感謝もせず、かえって恨みを買うなんて。本当に恩知らずだ。私はそばに立ち、考えました。もし引いていたら？10年間、食卓はいつもクロエの好きな料理でいっぱいでした。私はいつもただの白いご飯を食べていただけです。でも母と父は私を飢えさせはしませんでした。そうだよね。母は結局、クロエの好きな料理を作りました。3人は一緒に座り、談笑し、とても幸せで仲睦まじそうに見えました。少し寂しくなり、私は母のそばに浮かびました。突然、彼らの隣の椅子にケーキの箱があるのに気づきました。私は窓辺にうずくまっているスノーイに自慢げに見せびらかしました。見える？お父さんとお母さんが私にケーキを買ってくれたんだ。今日が私の誕生日だって忘れてなかった。スノーイは私を見つめ、まるで私を嘲笑っているようでした。母はケーキをクロエに渡し、クロエが欲しがったから特別に買ったと言いました。まるで私に聞こえないようにと声まで低くして、寝室に持って行ってこっそり食べなさい。じゃないとお姉さんが知って、また私のところに泣きついてくるから。私は一度だけ泣いたのに、母は10年間繰り返しそれを口にしていました。実はあまり悲しくなかったのです。なぜなら、たとえ棒を引いたとしても、私が引くのは短い棒だけだと分かっていたから。私は運が悪いのです。ケーキはやはりクロエに行くのです。私は一度もケーキを食べたことがない。あなたは？私はスノーイに尋ねました。彼女は突然飛び込み、一つの爪でケーキをクロエの手から叩き落とすと、すぐに外へ走り去りました。クロエの手は引っかかれてしまいました。彼女は大声で泣き出しました。しかし母は怒って花瓶をつかみ、それを私の寝室のドアに激しく投げつけました。ミア、あなたはわざとクロエを傷つけようとしているの？なぜ窓を閉めなかったの？私がまだドアを開けないのを見て、母は完全に逆上しましたが、父が彼女を引き止めました。もういい。今は彼女のことは忘れよう。まずクロエを病院に連れて行こう。帰ってから彼女と算段するから。彼らが戻ってきた時には、もう夜中の12時を過ぎていました。父と母は一緒に私のドアをノックしました。中から何の動きもないと、ついに彼らはすべての忍耐を失い、ハンマーを掴んでドアを壊し始めました。隣人が苦情を言ってきた時になって、やっと彼らは止まり、外から罵詈雑言を浴びせました。母はクロエに新しいプリンセスのドレスを買いました。彼女はくるっと回って見せびらかしました。注射で泣いちゃったら、お母さんが気の毒に思って、新しい服と美味しいステーキを買いに連れて行ってくれたんだ。あなたは食べたことないでしょ？あなたが運が悪いからよ。長い棒が引けたら、お母さんだってあなたを連れてステーキを食べに行って、新しい服を買ってくれるのに。私の血がドアの下から染み出ました。クロエがその上を踏み、滑りました。彼女は金切り声を上げ、母と父を呼び寄せました。どうしたの？この血はどこから？父はドアの下の隙間を見て、驚きとパニックに襲われました。ミアの部屋から出てきているようだ。ミア。彼の疑念は、クロエの泣き叫びで遮られました。ただミアに新しいドレスを見せようとしただけなのに、彼女に消えろって言われたの。これが私の血なの。頭が痛いよ。母は爆発しました。
彼女は激怒して寝室のドアを蹴りました。ミア、出てきなさい。クロエをそんなに出血させて、まだ中に隠れているなんて。今回は、母は本当にドアを開ける決意をしました。一蹴りごとに前より強くなりました。私の死体はドアに繰り返し強打され、原型をとどめなくなりました。こんな姿で見たら、彼らは怖がるだろうかと思いました。ドアは壊れて開かなかったので、母はまずクロエの包帯をしに行かなければならず、私を厄介な子呼ばわりしながら去っていきました。実は、これはクロエが私をでっち上げた初めてのことではありませんでした。小さい頃から彼女が何か失敗するたびに金切り声を上げて泣き、それから私のせいにしていました。母は公平でした。彼女はいつも誰が正しくて誰が間違っているかにかかわらず、まず棒を引き、短い棒を引いた方が罰を受けると言っていました。そして毎回、罰を受けるのは私でした。もし私がまだ生きていたら、今度は屋根裏部屋に食べ物も水もなしに閉じ込められるだろうか、それとも外で雨の中一番中立たされるだろうか。私は階下に浮かび、突然何かに気づきました。私の目に涙が浮かびました。そしてついになぜ10年間私が一度も長い棒を引けなかったのか理解しました。